あ、可愛い。めちゃくちゃ素敵です。こんな感じになりました。大人っぽくないですか？素敵、ペアっぽくていいですね。ねえ。こちらは税込みで14,000円。これも14,000円。これ安くない？全然違う。全然違う。見え感ね、全然違うね。はい。今日は代官山で。代官山にいるんですけどもですね、今日はですね、多分大人の女性だったらきっと好きであろうセレクトショップ。ここですね。マルテさん、ちょっと見覚えある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。1ヶ月くらい前かな、スナップ撮らせてもらったじゃないですか、ひとみちゃんのお店でございます。ひとみさんとはどんなつながり？ひとみちゃんは古いよ。私がストリートスナップを撮り始めてすぐくらいの時からずっと撮らせてもらってる女の子で、森ガールとかあったじゃないですか、はい、森ガールを作った人たちなんですよ。なるほど。なので森ガールって何年前だ、15年くらい前、もっと前かな。ちょい前かもしれないね。それ以来の付き合いです。これでしかも 1,2 回両方？そうなんですよ。代官山ででっかくない？しかも駅からこれ30秒くらい？よくない？めっちゃ近かった。めっちゃ近いの、すごくない？もともとね、原宿のすごい隠れ家みたいなところでやってたの、ちっちゃいこじんまりで、それがこんなに大きくなったからね、私はね、なんかね、感無量ですよ。ってことは人気ってことでよろしいですか？もちろんですよ。うわ、昔からその時代その時代の気持ちをつかむのがうまいんですよ。だからブームを作れているっていうのがあったんだけど、じゃあ30代40代ぐらい必見の、そうですね。私今ちょっと頭回ってなかった。そしてなんか観光大使かなんかやってるんですか？ニューキリューシティ。昨日急に友達から送られてきたやつです。友達が群馬のニューヨークシティなんか、そうニューヨークシティおしゃれに見えるじゃないですか。ザのやつ着てるなと思ったら違うんだ。ニューキリューですよ。友達が急に何も言わず送ってきました。じゃあ行きましょう。行きましょう。ちなみにマルテとキリューは関係ありません。知ってますよ。代官山だもんね。こんにちは。今日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。この間のひとみちゃんとみよしちゃんです。改めてなんですけど、このマルテさんのいつできたかって教えてもらっていいでしょうか。マルテ自体がオープンしたのが2016年でちょうど10年前に、10年前、はい、原宿のマンションの一室にオープンしました。そうなんですよ。そこから10年。その前にはグリモワールという古着屋さんがありまして、渋谷に。はい、私が22歳の時にオープンしたので、もう18年前。そうだよね。だから森ガールが18年前だ。はい、じゃあ早速なんですけど、マルテのコンセプト改めて教えてもらってよろしいでしょうか。はい、新たなる土地とか、新たなる自分の発見みたいな、そういう意味合いがありまして、もともとヴィンテージショップだったので、世界各地のそういった古着ヴィンテージみたいなものを集めて、今までと違った自分に出会えるみたいなのを、2016年の頃のコンセプトとして掲げていて、今はオリジナルのアイテムが自社で5ブランド、そのセレクトをマルテがしているという立ち位置に変わっていって、私たち自身がクリエイティブをちょっとこうしていくっていう新しいターンに今だいぶ入って、クリエイティブを探すからクリエイティブを作る方にっていう、お客様にもちょっとそういう部分を楽しんでもらえたらなと思っております。早速じゃあ行ってみましょうか。はい。自社ブランド。自社ブランド。どこから行きます？どこから行きます？ありがとうございます。どこから行きます？じゃあメインのブランドがサハラというブランド、はいになっておりまして、サハラは誰がデザインしてるの？私と三好で2人で結構やってるブランドっていう形になっておりまして、2021年に始まったブランドで、私たちが結構世界にこう旅行したりするのが趣味だったりするんですけども、旅みたいなのをコンセプトにしておりまして、もともとヴィンテージショップだったので、やっぱそういうヴィンテージのその歴史みたいな文化とかカルチャーみたいなものもコンセプトとして、ちょっと冒険心のある女性に来ていただきたい。一番人気のものはこうアートプリントの商品なんですけれども、こういう風景のなるほど、転写プリントでしたりとか、この辺ですとこういうペイント系のアートプリントでしたりとか、あとはこういう絵画とかのこういうアートプリント、なるほどなるほど、こういう転写シリーズみたいなものを結構主にコンセプトとしてはやっております。なんかぼやっとした感じ、素敵ですね。このシリーズは光みたいなのをコンセプトにしてるの、ちょっとぼやっとした抽象画みたいな感じ。そうですね。アブストラクトな。こういうロングスカートがこれもすごい人気で、サハラのトップスは結構こう柄物とかが多いので、サテンの結構シルエットがいいんですけど、こういうふうに
これとかだと、こう合わせていただいたりとか。なるほどな、ちょうど合わせるにぴったりなものってそうなんで感じなんだ。す。古着とも合わせやすいし、サハラとも合わせやすいみたいな感じで。確かに大人になればなるほど全身古着だと辛い時あるじゃないですか。そうそう、わかりますわかります。ね、それのために新品もあった方がいいみたいな。そうですね。最近気づいたんですよ。ヴィンテージがヴィンテージ着ちゃダメだ。ちょっと最近似合いすぎちゃったりとか、古いものが似合いすぎちゃって、昔のなんていうんですか、自分はちょっと若くてこの古いものをミックスみたいな感じがちょうど良かったんですけど、なんか本当にヴィンテージライクに味が出てきて、そうなんですよ。ミスマッチになんないですよ。味になってちょっとそういうので緩和して緩和ポイント。皆さん気をつけてね。あとこれは何、なんかこれは服装が着てるんです出ますけれども、これですか？なんかサハラのアイテムが2ウェイみたいなのとても人気で、普通にロングな感じでもこうちょっとここのままはいこうドロスとして着れるし、上に上げるとこういうことビスチェっぽくも、そうですそうです。はいこういうことか。折りたたんでこう外側にああ、ちょっとへそ出したりとかもできる。クロスさせてこう。そうこういう感じで着るみたいな。ああ、なるほどね、面白い。こう輪っかを横にずらしてこの辺で結んだりとか。ああ、なるほどなるほどなるでほど。結構短い丈が好きな方と長い丈が好きな方結構いろいろいらっしゃるので、長い丈が好きな方は結構こっちでこっちしたりこっちしたりこっちしたり着ていただいたり。こちらは税込みで14,000円。これも14,000円。これ安くない？ありがとうございます。安くない？これのスカートもあるのか。あ、でもパンツだ。はい、パンツだ。そうなんです。ああ。それはちょっとこう裏地までプリントされてるんで。あ、本当だ。だからか、ちょっとなんか不思議な色だなと思って、はいプリントにもう一回プリント重ねてみたいな。あ、でもセットアップいける。セットアップで着れます。おお。スタッフさん来てらっしゃいました。はいあ、こんな感じになるのね。着るとこんな感じ。めっちゃいいじゃん。いいじゃないですか。これは大人の女性に人気なのもわかりますわ。わかるわかる。ありがとう。あきつさん、これで合コン来たらあなた好きでしょ。好きですか？それは嬉しい。顔がちょっとほころんでおりますね。色使ったけど、やっぱ抽象的だから絶妙ですよね。そうなんですよね。これがパキッとしたら多分皆さんちょっとね、あ、強ってなるけ強ってどね。なるけど、ちょうどいいんですよね。透け感も確かでもおしゃれ感もちゃんとあって。じゃあこっちは私が、今年の1月にローンチしたルーダンというブランドに、はい、なって何語？ルーがアラビア語で、ダンがサンスクリット語か。サンスクリット語なんですけど、ルーは魂みたいな意味があって、ダンが富とか豊かさみたいな意味があるんですけど、自分自身がなんか豊かになるような、なんかクリエイティブがしたいなっていうので始めさせていただいたブランド。始めさせていただいた。今誰に言ってたの？会社のみんなに。なるほど。はい。ちょっとこのニットとかも手込んでますね。はい、そうなんですよ。ね。そうこれプレーティングっていう技術で編み柄が全然違う異なる編み柄をこう一つに製品にしてもらうみたいな、あと手仕事っていうのもコンセプトにしておりまして、なんかこの辺はボタニカルダイって言ってビーガンシルクっていうテンセルの素材なんですけど、上に茎とか花とか枝とかをこの上に置いて巻き上げて蒸すと植物の影みたいな感じでこのエキスみたいな感じで、そうなんです、プリントになるっていうそういう植物染めの技術があるんですけど、そのキャミソールとパンツはい、これもアカネっていう植物でしたりとかザクロで染めてるピンクになっていて、ちょうど今ひとみちゃん着てるのはこれ、はい、これも色違いバージョンっていうか、色違うと全然違うものに見えるね。そうなんですよね。これで26,000円はいくらいですかね。でもそれでもこの手間暇かかったらいい値段だと思いますよ。こういうのも結構生地とかもこだわってて。そうですね。こちらの生地は年輪をイメージして透けたりとかしていて、これすごい人気で、一枚一枚持っとくと楽なやつですね。そうなんですよね。アイボリーとベージュの間みたいなその色味がこの商品に関してはすごく、はい、自分の中でハマってます。なんかスタイリングしてもらいましょうか。あ、しますか。これを合わせてこのスカ
カーフがなんか私は紫藤さんが似合いそうだなってこれ頭に巻きたいなって思ってました。行ってみましょう、はい行ってみましょう。はいはい。ちなみに三好さんもなんか着てもらうことって可能だったりします？みゆさんのおすすめこれだよね。じゃあ、着てみてくださいね。これだよねとか言っいいて。ですか？なんか下も別に変えていただいても全然、何していただいてもいいので。かしこまりました。テンパっちゃうテンパ。対応できる女、対応できる女、みゆしちゃん対応できる女。かしこまりました。嬉しい、素敵。おお、おしゃんこちゃん。ね、おしゃれ。めちゃめちゃ素敵。あ、こうしようか。すいません。あ、すごい可愛い。可愛い。めちゃくちゃ素敵です。あとなんかね、スタイルよく見えませんか？あ、すごい嬉しいです。その結構パンツ皆さんはい足長く見えるとかお声いただいて、なんかこのフレアの開き方がちょうどよくって、ここから膝下になるじゃないですか。でも本当は私ここなんですよ。だからつまりここからこうめちゃめちゃ長く見えるっていうそのデザインになってるの。うちの生産の子がそこすごいこだわってこれ作ってました。そうなんです。膝の位置が低く見えるのが嫌だと。わかるわかる。パンツだけサハラですか？そうです。今上のタンクトップとスカーフもはい全部。スカーフはヴィンテージ。すみません、かなりミックスしております。靴も変え。靴を買いました。ちらっと見たんですけど、靴も各ブランド結構作ってます。靴はサハラで全部サハラになるんですか？はい。ああ、なるほどなるほど。三好先生も。三好先生もお着替えしてもらいました。どうですかね？いやだからなんだろう、セットアップで着るとすごい大人っぽく見えるなっていうのと、この開き具合ちょうどいい、ちょうどいい。インナーは上にあるブランドで、イラニスっていうブランドなんですけど、ちょっとこっちはちょっとスポーティーな感じだったりするんですけど、ちょっとインナーを上のやつをちょっとミックスで。そう、大人になればなるほどその生地感の良さでさ、大事になってくるんですよ。そうなんです。いいものを着ているなとか、一風変わったもの着ていらっしゃいますねみたいなのがあるんですよ。それがちょうど出ているのと、生地にこだわりすぎるとやぼくなるんですよ。それがない。プレーティングの技法として裏の色が少しこう出てくるんですけど、ちょっと霞んで見えるというか、パキッと色が出過ぎないので、この複雑な模様も調和されるというか。わかる。ヴィンテージのキャリアが出てる感じしますね。服見てる人が作る服って感じしますよね。ありがとうございます。こっちは何になる？はい、こちらがですね、今ミックスしてはいるんですけれども、高橋舞さんっていう、チェコのリパブリックっていうバンドのボーカルやってる方がいらっしゃるんですけど、とっても古着が好きな女の子で、一緒に服作りたいですって5、6年前ぐらいに言ってくださって、今、私たちでお手伝いをしてお洋服を作ってるブランドがありまして、なんて名前なの？エアカンタリアという、今この中に着てるのはサハラなんですけども、この外に、この子もすごい古着が好きな子なので、本当古着っぽいデザインが、ヴィンテージライクなデザインが多くて、めっちゃ凝ってるし、そうなんです。これもパッチワークがいろいろなレースをこうパッチワークにしていて、確かに重ね着したら可愛さそうな可愛いです。で人気なのがこのレースのデニム。へえ。ここにはい、これとっても人気で、はい、レースがこうサイドにあしらわれていて、そうなんですよ。色違いもあったり。はい。この辺もエアカンタリアのちょっと古着っぽい。この辺がエアカンタリア。これも本当ヴィンテージ、ちょっとスポーツ要素。そうですね。ジャージっぽい生地、薄手のジャージっぽい生地感で、こちらが18,700円。安いよ。安いよ。ちなみにここはスタイリングあるんでしたっけ？ここはなかったし。あります。ある。いきますか？どれいきこのます？スカート。お、なんだこれも？これブランド違いまはす？サハラなんです。サハラこれサハラですね。大丈夫ですよ。大丈夫ですか？これあれミュージシャンこの前に入ってる。スルーしちゃってごめんなさい。ごめんなさい。そう、さっき着てたやつの柄違いなんですけど。おー、行きましょう。行きましょう。ちなみにじゃあ三好さんはどれ着ていただきますですか？これも可愛くない？いいですよ。これじゃあお願いしようかな。はい、参ります。じゃあ着てまいります。はい。素敵。素敵。素敵。大人っぽ。私大人っぽ。とっても素敵です。三好ちゃんのやつもすごい面白いな柄が。はい、これちょっと柄プリント？お花の模様の前にこうちょっとガラスがあるような 3D っぽいプリント。はい。
しておりまして、これもすごい人気で、上と下セパレートで着ていただけるので、ワンピースだけでもキャミソールだけでも着ていただけますし、上だけでも。絶妙なこうふわーって感じが、柄の出し方すごい綺麗ですね。レイさんはトップスがサハラで、スカートもサハラで、シューズもサハラ。さっき色違いになって色違い、ブラウンこっちが茶色になっております。レースで透け感がちょっとあるって感じですかね。まあもともとここもうっすら透け感あるけど、こっちでさらにっていう。でもここ透けててもさ、何の害もないのよ。そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんです。あんま見えないね。そう。でも自分的には透け感があるものを着ている自分になれる。ちょっとややセクシーな方向性なのではないかっていう。これ売ってるんですか？売ってます。売ってるんですね。こういうものもちらほら。ちらほらタイミングによるんですけど、一点物なので、ある時じゃない時があるんですけど、全然もう声が入ってこない。これ音しか入ってこない。すごいねそれ。でスカートがちょっと滲んだみたいな。スカートなんでこう、滲んだような柄に、そうすごくこれがご好評いただいておりまして、案外色が入ってるからトップス何でも合いそうな感じする。このラックは何になるんでしょう？はい、この円ラックが、サハラと古着がちょっとちょこちょこ間に入っておりまして、エアカンタリアのアイテムもあったりとか、1ラックでいろいろなブランドとか色合いが楽しめるような感じで毎回ちょこちょこ変えてるんですけど、ちょっとこういう系もあるんだ。はい、それはサハラで、ビスチェとエプロンがセパレートでも着れて、くっつけても着れるみたいな感じで、へえ。何ウェイなんだろう、3ウェイぐらいかな。これまた透け感のあるはい、肌の。こちらもとても人気のオーバーシャツが結構人気で、赤い刺繍の部分とその薄いピンクの刺繍の部分で二重になっているのがとっても。確かに確かに、はい、ここでもスタイリングがあるらしいですけども、どれ行きましょう？ね先生。このブランズのシャツと、あとこの前の YouTube で紹介していただいたカプリパンツを合わせようかな。あー、かわいい。タプリ来たよ、タプリ来たよ。合わせようかなと思っておりまして。じゃあ行ってまいります。先生はどうしますか？先生は何を着ます？ピンクにしましょうか。はい、かしこまりました。お願いします。行きました。かわいい。なんかマルテっぽい。あ、そうなんです。なんかっぽいのはなぜ？なんかうちの店、このオーバーシャツと、あとこの首に巻くのがすごい特徴的で。これね。そうですそうです。これ今こう奥にこう首の後ろで結んでいただいてるんですけど、結構この紐をこうやってめっちゃぐるぐるに巻いて、ああ、なるほどなるほど。結構マルテ流で、ああ、ぽい。こうするとなんかうちの店っぽくなる。へえ。なんかわかる。全然違う。全然違う。ね、見え感ね、全然違うね。へえ。あとこれがやっぱり涼しい。そうなんですよね。夏ってやっぱこれくらいの方が涼しいのかも。確かに。半袖よりも。はい。ねえ。カプリパンツのこれ赤履いてたんだっけ、この間。そうです。ボルドーの色味がすごい絶妙な赤すぎなんですか、わかりますか？わかります。赤すぎず茶すぎず。そうなんですよね。すごい好きなボルドーで。はい。皆さん下が最初の方に見たサテンのスカートを。あれか。なんか落ち感すっごい綺麗ですね。結構うちのスタッフとか、お客様は結構このオーバーシャツにこのサテンのスカートでちょっと細くこう下半身を細くする感じのスタイリングがすごい人気で、結構この合わせで結構皆さん買っていかれる方が多いかなと。あとアクセサリーのブランドがあるんですけど、はい、そうです。見ましょうか。見ましょう。ありがとうございます。確かにここのブースがアクセサリーブースで。はい、こちらがシキヤというブランドで、オリジナルのブランド？はい。このところのピン？はい。これはヘアメイクのマオさんっていうヘアメイクさんがいらっしゃるんですけど、こちらがそのマオさんとのコラボのアイテムなんですけど、結構花嫁様のヘアメイクとかをされてらっしゃるヘアメイクさんで、もちろん他のこともされてらっしゃるんですけど、結構そういうヘアメイクの際に自分がその花嫁さんにおすすめしたいアクセサリーみたいなのでこちらを作られて一緒に、作ってコラボで出させていただいてるんですけど、結構カラーっていう花なんですけど、こちらカラーの生花をこう結構こうなんていうんですか、出すって刺すようなウェディングの
ヘアメイクみたいなあるんですけど、こちらはそれをイメージしてここにガスッと。そうこれ指輪？はいそうです。ですね四季屋がなんか過去から現代の時の流れっていうのをコンセプトにしておりまして、これは未来っていうのをコンセプトにしてるので、UFO なんですよ。UFO 急に出てまいりました。すいません。UFO なんですか？はい。こう横から見るとあ、UFO あー、なるほどなるほどなるほど、言ってることは分かりました。はい。ネックレスもこうつけてるとわからないんですけど、横にすると UFO なんです。おおこれも、UFO をイメージした卵の形になってて、天然石が入っている。刺繍なんだけどバレッタみたいな。これはまたさっきのは宇宙だったんですけど、これはビクトリア、全然値段また変わるんですけど、ビクトリアの時代1900年代ぐらいの髪飾りのイメージで、他のシリーズもあるんですけれども、これが今最新作で、もっと大きいタイプもあるんですが、本当にデイリーでつけやすい。キャワよ。そうですね。ね、これで1万2000円安いよ。この石とかどういうこと？はい、これダルメシアのこう？こうです。こう来たら関節曲げると結構、入るように。なるほど。こういうなんか多状にやったら可愛くない？ 2回行きますか。2回行きますか。はい。2回は2回でまた違うらしいですよ。はい、2回はまた1回となんか雰囲気が全然違う感じになってますが、また置いてあるものも変わってるの？そうですね。サハラは引き続きあるんですけれども、これはサハラゾーン。そうです。その辺あサハラ本当だゾーンになっております。この辺がセレクトで、自社ではなくセレクトのインナーウェアのナイスモーメントさんっていうブランドさん。確かにこれ透け感がある時にね、なんか何着ようかなっていう時のソリューションになってるんじゃないでしょうか。はい。これもすごい、使い勝手がとても良くて。持ってる。これの黒持ってる。バンドゥだけどちょっと透け感がある。そうそう。5000円。そうなんですよ。すごい皆さん驚かれていつも。さっきこれみちゃんがこれ今か。今もつけてるやつ。でこちらが弊社のイラニスっていう三好がデザインしている、ブランドになっておりまして、このラックが基本的に。このラックが。なんかね、イラニスは、私が6年前ぐらい子育てと仕事を両立するようになったんですよ。で、なんか私20年ファッション業界にお仕事させていただいてるんですけど、その時に初めてなんか洗える服が欲しいと思ったんですよ。初めて洗える服とか、そう洗える服とか、なんかこう毎日こうストレスフリーの服が欲しいって初めて子育て始めた時思って、私の中ではそういう機能性もあるけど、なんか自分のときめく女性らしさみたいなのもなんか共存させたいって思って、なんかそういうのを作れたらいいなと思ってちょっと始めたブランドになります。じゃあこれ全部洗えるの？洗えます。へえ、こういうのも？洗えます。あ、そうなの？そうなんですよ。ベッドなのに。そうなんです。へえ、これ可愛くない？これアリンコのアリンコキャミって名前なんですよ。アリさんの頭。あ、なるほど。手になってる。なるほどね。あ、こういうことか。そういうことです。あ、でもこれも機能性なのはやっぱここに何か何か開けとかないと気が済まない。開けとかないと気が済まないので、ちょっとお腹をちょっとカッティングしちゃったんですけど。ここだけだって、ここがだったら見えても別に遜色ないもんね。そうなんです。ここ見えるとなんかぽっこりが見えるけど、ここはそこはみんなお肉ない。そう、セーフティーゾーン。骨だもんね。ここは骨。そうなんです。そうなんです。アリさんこんな風に見えればいいんだ。そうなんです。可愛い。上だけ見せて使ったりとか、普通にワンピースのインナーに使ってちょっとここだけちょっと目立たせたりとか。こっちは古着？古着。そうです。そこ古着のラックになってます。ちょっと本当この一軒で全部揃うね。そうなんですよ。なんでちょっともっと置きたいぐらいなんですけど、まあここはセレクトで古着を置いて、やっぱ古着好きの方もやっぱマルテのお客様に多いので、全部なんだ、新しいものに合いそうな古着ですね。嬉しいです。古着なんだ。はい、それも古着になってます。そういうのとかもサハラと合わせても可愛い。そうですね。確かに。レイさん的にはマルテは改めて見ていかがでしたか？いや、本当なんか
正直靴までやってると思ってなかったからめっちゃ全部に手が届くなっていう、今の大人の女性が喜ぶものだなっていう。で可愛いだけじゃなくて機能性とかもあるから、今のその忙しい女性が求めるものが全部あるなと思いました。今回だって6体かな、確かに確かに、ね、どのスタイリングが良かったかぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。あと昔森ガールだった人はねぜひ私もです待っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。